こんにちは。今回は松編みの模様で作るブランケットの模様を紹介します。この模様は表側も裏側も同じ編み地になります。伸縮性もあります。大きめなゆったりとした模様にしました。今回は2種類の糸を使います。波太の糸を2本取りで編みます。少し分かりにくいかもしれませんが、こちらが少し薄めなクリーム色です。そしてこちらが少し黄色に近い濃いめなクリーム色です。この2本で7ミリのかぎ針で編みます。今回の模様は長編み5目の松編みですが、その一つの模様に鎖編み8目を使います。3個の模様と半分を作って3個半の模様で今回は編み方を説明しますので、8目の3個分の24目にあと5目をプラスして作り目を作ります。ここから鎖編みを29目編んでください。29目の鎖編みを編みました。1段目の最初は細編みですから、立ち上がりの鎖編み1目を編んで、鎖編みを編んだ根元の鎖編みの裏山を拾います。ここから1、2個目の鎖編みの裏山を拾って、細編みを1目編みます。次は長編みを編みます。長編みを編むのは、普通の松編みの時は鎖編み2目の3個目に編むことが多いのですが、今回は1、2、3、4個目のところに長編み5目の松編みを編みます。1、2、3、4個目の鎖編みの裏山に長編み5目を編みます。針に糸をかけて、1、2、3、4個目の鎖編みの裏山に長編みを編みます。同じところに長編みを全部で5回編み入れます。同じ鎖編みに長編み5目を編みます。鎖編み1目に長編み5目を編み入れました。次は細編みです。細編みを編むのは、長編み5目を編んだ鎖編みのところから、1、2、3、4個目のところです。こちらで見ると、1、2、3、4個目の鎖編みの裏山です。ここに細編みを1目編みます。これが今回の模様です。同じように編んでいきます。ここから1、2、3、4個目の鎖編みの裏山のところに長編みを5目編みます。4個目の鎖編みに長編み5目を編みます。1、2、3、4、5。1目に長編みを5目編み入れました。次も4個目のところに細編みです。1、2、3、4個目です。1、2、3、4個目の鎖編みの裏山を拾って細編みです。これで2個の模様ができました。間に鎖編み3目を入れて4個目に長編み。
また4個目に細編みですが、この編み方でいきますと、下の鎖編みが釣れないですから、ブランケットなんかにはこの編み方の方がいいと思いますので、普通の松編みよりはこの部分の鎖編みを1目増やしています。次もここから1、2、3、4個目の鎖編みに長編みを5目編み入れます。1、2、3、2本の糸で編むと糸が抜ける時がありますから、注意して2本を使ってください。2本の糸をかけながら長編みを5目編みます。長編み5目を編んで、またここから1、2、3、4個目に細編みです。これで3個の模様ができました。ふんわりと編んでください。細編みを編んだところから、次は1、2、3、4個目のところに、長編み5目ではなく、長編み3目を編みます。最後のところは、長編みを3目です。長編み5目を編み入れるのを3個作り、最後は長編み3目を作ります。この位置で止まるのは、次の段を編むときに、ここから細編みを編んで、同じように長編みを編み始めることができますので、最後は半分の形の長編み3目を編んで、1段目を終わります。次は2段目です。2段目は鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。次は細編みから編みます。最後の長編みを編んだところに細編みを1目編みます。次は長編み5目を編み入れます。長編み5目を編み入れるのは1段目の細編みのところです。この細編みのところに長編み5目を編んでいきます。最初に細編みを編んだところから1、2、3個目になります。長編み2目のその次にある細編みのところに長編みを5目編み入れます。細編みのところに長編み5目を編んでください。もう一回長編みを編みます。1段目の細編みのところに長編み5目を編みました。次は細編みです。次の細編みは松編みを編んだ長編み5目のところの1、2、3個目です。3個目が中心になりますから、この中心のところに細編みを編みます。これが2段目の模様です。次も1段目の細編みのところに長編み5目を編みます。長編み5目を編みました。次は細編みです。細編みは1段目の長編み5目を編んだ3個目のところです。3個目の長編みの中心の位置に細編みを編みます。これで2段目の模様が2個できました。次も細編みのところに長編みを5回編みます。2本取りですと少し編みにくいですが、2本の糸を拾いながら長編みを
5目編みます。ふんわりと暖かい編み地にしたいので、かぎ針も少し大きめなかぎ針を使い、編み方も少し緩めに編んでいます。長編み5目を編んだら、次は細編みです。3個目の長編みに細編みを編みます。これで3個の模様ができました。次は最後の模様の長編みの3目を編みます。長編み3目を編むのは、ここから1、2、3個目の1段目の細編みの頭のところです。この細編みの頭のところです。2本取りですから、糸は4本になります。この部分に長編みを3回編みます。長編み3目を編みました。これが2段目の模様です。松編みの模様を編んできましたが、少しふんわりと松編みが浮き出してきます。この2段目の編み方を3段目も続けます。次は3段目です。3段目は2段目と同じ編み方です。最後に長編み3目を編んだところから、鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、最初の長編みの頭のところに細編みを編みます。次は2段目の細編みのところです。この細編み、長編み5目の間にある細編みのところに長編み5目を編みます。ここから3個目が細編みですから、この細編みに長編みを5目編み入れます。細編み1目のところに長編み5目を編みました。次は細編みです。ここから3個目が長編み5目の中心のところですから、ここに細編みを編んで、これが3段目の編み方です。次も3個目の細編みのところに長編み5目を編みます。長編み5目を編んで、次はここから3個目の長編みの頭に細編みです。次も同じです。3個目の細編みのところに長編みを5目編みます。もう一回長編みを編んで、長編み5目を編みました。次は3個目の長編みの中心のところに細編みです。これで3個の模様ができました。最後は長編みを3目だけ編みます。3個目が前段の細編みのところです。この細編みの頭を拾って、ここに長編みを3目編みます。これで3段目までができました。松編みの編み地は少し凹凸ができます。このように松編みの模様のところがふっくらとします。このまま好きな大きさまで編んでください。これで3段目ができました。2本取りでふんわりと長編み5目の厚編み模様で編むブランケットの模様を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。